This is the story of Masaru catching the most challenging fish. Some people spend a fortune to rent a cruiser to go fishing. Even if they devote all their holidays, money, and countless hours, most people never catch one. It is called the Quay. はい、というわけで2日目でございます。昨日ですね、はしゃぎすぎて、とてもじゃないけど深い場所では潜れないということで、クエはいませんが浅い場所で泳いでおります。今回は水中映像はね、全く説明せずに、昨日の泳ぎ方の何がね、やばかったのか、ちょっと反省しながら喋ろうと思います。まず大前提として人間にはですね、血中酸素濃度が著しく低下すると自己防衛として脳以外の機能を停止させるブラックアウトという状態になるんですね。で、これ厄介なのが気絶する瞬間って認知できなくて、いつの間にか落ちてるっていう状態になるんで、海底でブラックアウトしてしまうと100% 死ぬんですね。それでですね、今回は浅い場所で潜っているというわけです。奇跡、本当に1万年に1回ぐらいの奇跡で浅い場所にも30キロオーバーのクエがいることもあるのかもしれませんが、最初に言っときます。いません。はい、ではそろそろね、反省していきましょう。昨日の反省点1つ目なんですけども、クエがいそうな場所がなかなかなくて、結局陸から4キロ以上泳いでいった場所で魚釣きをしてたんですね。まずそこの4キロがきつい上に、そこから 3,4 時間ですね、ひたすら潜ったり上がったり潜ったり上がったりしてクエを探すわけですよ。で、それで帰りに合計10キロぐらいかな、魚を引っ張って、また4キロを戻っていくというわけです。4キロってあんまりね、皆さんピンとこないと思うんですけども、かのアイアンマンレースですらスイムは 3.8 キロなんですよ。私たちね、8キロ以上泳いでます。シンプルにね、疲労がすごかったっていう話ですね。そしてもう一つはですね、ダイビングコンピューターっていう推進系を忘れていってしまったんですよ。そう、何メーターかわかんないとね、限界突破して潜ってしまうんですよね。はい、ということでそんな感じでね、反省会は終わりにしましょうか。今回はね、やっぱり海藻が多かったですね。クエってね、普通にいてもすごい何かに擬態してしまうのに、海藻があるともうマジでね、見えないです。あと1ヶ月ぐらいで海藻は枯れるでしょうから、海藻が枯れた時期にですね、絶対にリベンジしに来ようと思います。いや、マジでね、今回はもう本当に全力の全力を尽くしたのに、クエに出会えさえしなくて、悔しくて仕方がない。次がね、いつになるかわかんないんですけども、次こそは絶対に何があろうと、この身が朽ち果てようと、絶対にクエを取るということで、今日はマダイを取る動画でございます。はい、皆さんマダイですよ。マダイをつく瞬間、なかなか見たことないんじゃないでしょうか。僕自身ね、今回ね、マダイつくの初めてです。人生で初めてです。というわけで、息を整えて潜行開始。ちなみにマダイはたくさんいます。はい。普段から食べれる食材なんで、僕としてはですね、やっぱなるべく変な魚を生きたいという気持ちが勝ってしまいますから、なかなか手を出すことがなかったんですけども、今回はマダイをついてみました。マダイって全然待ってくれなくて普通に逃げていくんで、結構つくの難しいんですよね。追いつけ、当たれ、ヒット。打ちどころは悪いですが、なんとか当たりました。にしても大暴れしてますね。というわけでマダイでございます。やっぱりこのぐらいのサイズがですね、一番美味しいですよね。そしてマダイを締めるときは、ヒレがね、かなり鋭利ですんで、それに気をつけながら締めていきます。脳天締めが終わったら血抜きをしていきます。というわけでキッチンに戻ってさばいていきましょう。次こそ絶対にクエを取りましょう。はい、どうもです。今回はですね、こちら
マダイっていう食材ですね。日本で最もポピュラーな魚の一つと言っても過言ではないこのマダイなんですけども、なんだかんだね、この魚さばき YouTube を始めて7、8年ですか、しっかり一本の動画にするの初めてなんじゃない、まさにめでたいといった感じなんですけども。で、今回潜った場所なんですけど、マジでマダイがいっぱいいましたね。なんでマダイつかないやろってね、皆さん思ったかもしれないんですけど、素潜りのマジでだるいところなんですけど、今回のポイント、陸から3キロぐらい泳いだ先にあったポイントなんですけども、往復で6キロぐらいは泳ぐわけですね。6、7キロぐらいのマダイをついてしまうとですね、ずっと6キロの魚を背負ったまんま6キロぐらい泳がなきゃいけなくなるっていうね。でかい魚をつけばつくほど泳ぐのがハードになるっていうのがね、これ一つあるんですね。正直でかいマダイね、あんまり食べたことないんですけど、60センチ以上ぐらいになるとあんま美味しくないって言われてるんですね。ちょうどいいサイズをね探してたらなんとか取ったって感じですね。今日こちらマダイを使いまして、シューマイとホイル焼きこちら2品を作っていこうと思います。マダイはもう観察しなくてもいいでしょということで、早速さばいていきましょう。はい、というわけで早速さばいていくんですけども、マジでみんなに一つ言いたいことがあるんですけど、なんかね、マダイっていわゆるタイってね呼ばれてる魚なんですけども、なんとかダイってね名前ついてる魚多いんですけど、全然タイの仲間じゃないんで、はい、もうレベル的に言うとマダイとブダイってどんぐらい違うかって言ったら、ゴリラ見てウサギやって言ってるぐらい違うんで、マジでタイの仲間なんやって言葉ね二度と使わないでくださいね。そこのところよろしくお願いしますということで、これねちょっと森の先っぽがねこれ身の中に埋まっちゃってるんですよ。さっさり切らなくて埋まっちゃってるんですけど、これしっかり鱗取ってね三枚おろしにしてる時にね森先を救出していこうと思います。はい、そしたら鱗を落としていきます。ちなみにマダイってこんなでかいイメージないと思うんですけど、このマダイがね60センチぐらいでして、魚はですね基本的に成長ホルモンがね生きてる間出続けるんで、年を重ねれば重ねるほどでかくなっていくんですね。はい、ということでこいつは結構ね、もしかしたら俺とタメとかそんぐらい20何歳とかなのかもしれません。いやでも8歳ぐらいな気がするなこいつ。ちなみに魚の年齢を判断するときにマダイの耳石がどこにあるか細かい場所は分かんないんですけど、多分ねここら辺に耳石っていうのが入ってて、耳石を取り出して、サイズだったりとか測ってみると、このマダイが何年生きてるのかっていうのを正確に、知ることができます。で反対側、マダイはねもう鱗が落としやすい、楽ですね。もう終わりです。いつもは鱗取りね数分かかるところ、もう片目数十秒で終わりですね。楽だな。では頭を落としていきましょう。じゃあ反対側いきましょう。あんまり内臓脂肪とか乗ってないですね。6月なんで、こんなもんかなって感じではありますけども。はい、それでは三枚おろししていきます。じゃあ反対側。硬いな意外と。さて森先取り出せるかな。手盛りの良くないところはこの出てきましたね。出てきたぞ。いやいかついな。さばきづらいと思ったらはい取り出せました。ちなみにねここまで刺さったらまず魚ね抜けないんで、魚の回収はできるんですけども、森先がね3000円ぐらいするんで、魚の値段と一緒ぐらいになりますよね、失うものが。はい、では腹骨を落としていきましょう。マダイってこんな感じなんや。島にマダイがいないんで久しくマダイを見てなくて、普通の魚ってこんな感じなんだなって思ってます。これ逆になんですけど、もうマダイとかよく魚屋さんで見るぐらいの魚ってもう YouTuber 取り上げないんですよ。なんか逆に変な魚ばっかり慣れてますね。では血合い骨を落としていきましょう。 OK。 では皮を引いていきましょう。お、やばい。おお、よく見るスーパーの柵や。ちなみにね
この切り身とかだけでこの魚何か分かりますかとかね言われることあるんですけど、マジで分かんないです。っていうのもこの血の抜き具合とか熟成何日目かでこの血合いの色って変わってくるし、取れる時期場所によってもね変わってくるんで、もうマジで無理。ではまずシューマイをね作っていくんで、フードプロセッサーに入るぐらいのサイズにしていきましょう。遠征から帰ってきて大魚生活3日目なんで、今日は刺身とかじゃなくシューマイというねちょっと離れたものを食べたくなってしまいました。はい、ではここからシューマイ作っていくんですけども、僕シューマイ作ったことないんで気合です。適当にやっていきます。まず卵白、スーパーで買ってきたエビ、そしてマダイ、玉ねぎ、そしてジャンツォンジャンですね。多分これやなと思ったんでこれにしときました。もう美味しかったらね美味しいって言うんで、皆さんねぜひ真似してみてください。じゃあ入れていきましょう。料理も人生も自分の正解から新しいところに挑戦できるかどうかっていうのは大事なんですよね。もう恋愛も料理も一緒ですからね。誰が言うとんねんって話ですけど。じゃあエビも入れていきましょう。じゃあ玉ねぎで卵白でジャンツォンジャンですね。これマジでねシューマイの匂いがします。で塩コショウを入れておきましょう。はい、ではこちらねかき回していこうと思います。スイッチオン。玉ねぎに刃が負けてるわ。玉ねぎやっぱ切らないとダメだわ。はい、玉ねぎは切っていきましょうね。包丁なんて使わないです。めんどくさいんで。よし、いいんじゃないか。いいですね。完全に練り身になってすり身になってますね。うわ、なんかもう包むのめんどくさくなってきた。このまま蒸したいな。いやダメだ。視聴者の人がもうシューマイの目になってますから、ここまでいったらシューマイ作んないとな。さて俺は包めるのか。手先だけは器用ですから。はい、いいじゃない。わ、グリーンピース買うの忘れた。意外とシューマイっぽくできる。はい、餃子ですね。こっち餃子っぽくしてみよう。これ2種類の料理に見える。包むものも中に入ってるものも全部一緒なのに。皆さん、俺が唐揚げしか作れない唐揚げ男やと思ってたでしょ。僕料理系 YouTuber なんで手先器用なんですよ。はい、魚つきの装備作るのって結構ね繊細な作業ですからね。はい、もうここ4つ目にして、この表面を練り練りって感じじゃなくシューマイっぽくしっかり作るようにできてきました。やっぱ才能があるな。いいんじゃない。はい、やっぱ料理系 YouTuber ともなるとやっぱ餃子、シューマイいきなり包んでもそれなりに形になるんやなって思いましたね。ちょっとさすがにね彩りがしょぼいんで、わさびをちょいちょいとのせていきましょう。グリーンピースの代わりですね。では水を入れてせいろで蒸していきましょう。はい、ではセット。着火。はい、では次ホイル焼きいきましょう。これ半分に切った方がいいな。じゃあまずバター、こんぐらい使ってもいいでしょう。じゃあまずはバターを下に敷いていきます。そしてここにえのきだけですね。バター押しつぶしちゃいましょう。もうこいつらに塩コショウかけとこうかな。マダイに塩コショウ、塩コショウで、ここにしめじのせていきます。でからのバターで、最後ね味決めるためにバジルをここに入れていきます。これをね焼いて、両方とも蒸し上がりが楽しみなやつやん。じゃあこれね2つとも待っていきましょう。着火。熱っ熱っ熱っ。これよくないわ、危な。はい、というわけで完成しました。開けた瞬間に完成 BGM が流れると思います。じゃあオープンしていきましょう。オープン。おお、というわけでマダイのシューマイと蒸し餃子、そしてホイル焼き、こちら3品がね完成しました。いやこれ絶対うまいぞ。魚のシューマイ俺初めて食うかもしれない。じゃあ行きましょう。いただきます。あっく。なるほど。なんかこれシューマイって言われて口の中入れられたらシューマイかなってなるんですけど、つみれとシューマイの間ぐらいの味がしますね。はい。でわさびはねやっぱ火入れたら辛味成分が飛びますね。じゃあ餃子も食べてみよう。ちょっとねエビと
タイが食感がもうなくなっちゃってるんで、ざく切りにしたエビとタイも後で追加してやっても面白いかもしれないですね、これは。熱い。なんでやろ、ちょっとパサパサしてる。悔しいな、結構時間かけて作ったから。でも普通に美味しいですね。でホイル焼きもねいただいてみましょう。いや、ホイル焼きとマダイなんてまずいわけがない。絶対にうまい。いただきます。味薄い。もうちょい塩かけてよかったのか。あ、これキノコと一緒に合わせて食べるとめちゃめちゃうまいな。もう2つともね結構初めて作る料理をねやってみたんですけども、やっぱマダイっていうね、王道にして最強の魚だからこそこのチャレンジができてるっていう感じなんですけども、ホイル焼きもね普通に無難に美味しいし、シューマイも無難に美味しいんですけども、無難に美味しいマダイって感じですね、両方とも。これね全体的な味付けは両方とも美味しいんですけど、2つともね塩味が圧倒的に足りてなさすぎる。次シューマイね面白かったんで作ろうと思うんですけども、次はねもうちょい塩をしっかりと入れようと思います。ホイル焼きももうちょっと塩しっかり当てて味付けしようかなと思います。去年ね倒れて、1週間入院してたんですけど、病院食より味薄いですね。刑務所より味が薄いかもしれない。精進料理ですね。はい、というわけでごちそうさまでした。いやー、初めてのマダイということで、そして新しいスタジオ3本目の動画めでたいということでね、1本目でねタイ出そうかなと思ったんですけども、めでたいとねめでたいことかけすぎてあまりにもめでたすぎるんじゃないかなって、ちょっと熱すぎて何言ってるか分かんなくなってきた。今までねもういろんな魚で揚げに揚げまくって唐揚げでばっかり食ってきた俺ですけども、今年からいろいろとね料理の実践経験を積んでいこうかなと思います。今日もね面白い体験がまた一つできましたということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。腹減ったな。そういえばやばい漁師にもらったやつ美味しいのかな。なんだこの噛み応えは。硬さが常軌を逸している。噛めば噛むほど溢れ出す旨味という名の爆弾が口の中で爆発して止まらねえ。しかもこれで太らないだって。ダイエット中の私でも食べれるの最高すぎる。美味しい。